サミチャンネル On the Tone。 ルーティンというのは習慣的や日課の意味を持つ英語です。今回は私が世界選手権に参加していた時の長期に及んでのルーティンをご紹介します。まず RC カーレースで勝つためのポイントはレース会場をよく知っておくということです。特にその中でも重要なのが実際に走行するサーキットの路面です。例えば路面の温度や湿度は常に変化しますし、埃の乗り具合やジャンプの形など厳密に言えば複数回走る場合に全く同じ路面になるということはありません。ですので事前に練習する際には本番に近い路面で走らせて、より路面状況を把握していくことは重要だと考えています。よって私は路面が本番に最も近い1年前に準備を開始します。厳密に言いますと、さらにその2ヶ月前となる本番の14ヶ月前から準備を開始するのが通常です。まずは1年前にサーキットで走るための準備を約2ヶ月間かけて行います。渡航先までのスタッフの航空チケットやレンタカーの手配、ホテルの予約、走行する車やタイヤ、パーツの準備の手配、サーキットの使用ができるかどうかなどの下調べを行います。そして1年前となる時期に現地へ行って、主には路面状況の調査をします。湿度や温度の他に路面が時間に対してどのように変化するのか、雨はどれくらい降るのか、何時間で乾くのか、コースは右回りなのか左回りなのかなど、中では本番に関係のないことも多くあるんですけれども、できるだけ多くの情報を収集しておきます。現地での最初のテストを終えると、次はサーキットに適した試作の車を作ります。現在のレースではコントロールタイヤ製になっていて、全選手が同じタイヤで走らせることが多いんですけれども、そのルールがない場合には路面に合うスペシャルタイヤを考えます。また路面がものすごく荒れることが予想される場合には、足回りを改良してギャップに強い車を作るなど、実際に現地で走らせることによってより的を得た車の開発を行います。一方で自分の操縦テクニックで改善したいところやさらに伸ばしたい課題があるような場合には、本番半年前までに改善するつもりで6ヶ月間かけて様々なトレーニングを試していきます。イフマーの世界選手権は夏から秋にかけて行われていましたので、冬から春になるまでは主に自分自身へのトレーニングを重点的に行いました。半年前には再び本番のサーキットへ行って前哨戦やローカルレースに参加します。そこで作った車のパーツの走行テストを行ってその成果を確認します。また路面の変化の確認の他に、操縦台はどこに立とうかとか、ピットテーブルはどこにしようかとか、計測位置はどこにあるのかとか、施設の細かいところをチェックします。レースのオーガナイザーや地元の人たちと知り合いになっておくということも重要です。例えば地元の人は今でいう雨雲レーダーよりも正確に雨が降ってくるタイミングが分かったりします。また本番の時に慌てないようにホテル近郊のホームセンターやスーパーマーケット、レストランなどの位置を確認しておきます。レースでは朝から晩までサーキットから動けずになかなか外に出られませんので、短い空き時間の中で買い出しや食事を行う必要がありまして、位置関係を知っておくっていうのは非常に重要です。そしてこの時期からウォーキングやランニングでプレッシャーやハードワークにも耐えられる丈夫な体を作っていきます。本番5ヶ月前には本番で着るための特注の衣装のペイントを祖父に依頼します。派手な衣装ほど負けた時に恥ずかしい思いをするので、私はあえてド派手な目立つ衣装を作ってもらって自分にプレッシャーを与えていました。本番の3ヶ月前にはより本番に近い路面のサーキットを探してそこで練習します。そしてどんなカテゴリーのレースに参加する時であっても、24分の1サイズなどの小型の車での練習は必ず最低でも毎日5分は行います。小型の車はどのカテゴリーよりも速く見えるので、速いイメージを脳に焼き付けるために行います。現役の時の私の日課は早朝、昼休み、夜どれかのタイミングで約2時間、多い時は5時間プロポを握ることを目安としていました。レースの1ヶ月前からは寝る時にイメージトレーニングを始めます。目をつぶって本番のレイアウトを天井に描いて走ります。その中でライバル選手の車を抜いたり抜かれたりするシーンを交えて、そこに英語の実況も加えます。これによって心臓の鼓動を高ぶらせながら眠りにつきます。また実車に乗っている時や音楽が鳴らせる環境にある時は、英語版の RC レースの DVD とか英語のラジオ放送を聞いて
英語に慣れていきます。本番は英語でのアナウンスと決まっていますので、英語のトレーニングは必須です。本番3週間前には現地へ荷物を発送します。重くて持っていきづらいもので、例えばタイヤセッターや安定化電源、それから大きいもの、ボディとかタイヤ、衣類などを事前に送ります。多い時は段ボールで70ケース送ったこともありました。本番2週間前にはトレーニング方法も実践を踏まえた内容に変えます。特に行うのは走り始め、スタートの練習です。通常ではなんとなくスタートするんですけれども、そうではなくて、特に初めの1周目に集中して走ります。また5分間や8分間など実際のレースの走行時間に合わせてデータを取っていきます。ライバル社の選手のタイムを比較しながら自分たちの実力を確認していきます。本番出発の1週間前には持っていく荷物に極力忘れ物がないように早めに徐々にトランクなどに詰めていきます。基本的には練習を中止して極力体を休めて体調を整えて睡眠時間を十分にとるようにします。しかしまだ不安があったり十分に準備できていない場合には、たとえレースの当日の朝であっても現地で練習用の車でトレーニングします。ちなみに神社などへ行って祈祷して勝利をお願いするというようなことはしませんでした。このような準備を経て世界選手権に臨んでいました。勝った年や負けた年もありましたけれども、負けた年には自分のウィークポイントを改善してその翌年には取り返すということをおかげさまで18年間続けることができました。レースについての裏話はまた別の機会で話していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。